ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルは週足ボリンジャーバンドで読み解く暴落に備える方法です。日付は8月4日になります。では早速、昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい。トレードポイントはここですね。で、なぜここがトレードポイントにしたのかというと、実際的にはここなんですけど、理想的にはここまで落ちてくるんだろうっていうのは分かってました。ただ、相当なボラタリティがあったので、ここですごくお腹いっぱいになったので、ここでいいかなと思って、ここで一旦利食いをしました。はい。で、予想通り、ここまで行きましたね。で、ここっていうのは、ここのトレンドラインですよね。で、さらに行っちゃったんですけど、本当にすごい大きな暴落ですね。ただこれってデイトレで見るとすごく大きな暴落なんですけど、この月足とかで見るとまだ全然なんですね。まだ陰線すら出てないような状態なんですね。で、なので、月足で見るとまだ全然上ですね。はい。月足全体の流れから見ると、昨日の下落っていうのは何のびくともしないような、下落ということになります。はい。で、昨日データレベルでその暴落があったんですけど、その理由としては雇用時計があって、その失望売りですね。で、それってテクニカル的に、失望売りが出るっていうのは、ある程度分かってました。で、どう見てたかっていうと、この週足のこのボリンジャーバンドの閉じありますよね。ここの部分です。ここがこんな感じで閉じてますよね。で、これもし上に大きくいくようであれば、これ開かなくちゃ当然上に行かないわけですよ。で、雇用統計があって、で、上に行くか下に行くか、ここの要はこの際の部分で上に行くか、ボリンジャーバンドが開くか、それともそのまま閉じるのかっていう局面だったんですね。で、雇用統計みたいなすごい大きな局面で波がですね、ここからこうやって上がってこないと、少なくともこうやって開きはしないですね。実際的にはこうやって上がった後に一旦レジサポしないと開かないんですけど、ローソク足レベルで見るとこういうことです。開くたびには少なくとも雇用統計みたいなでっかい指標でドカーンとこうやって上に上がりますよね。こうやってドカーンと。で、そのまんま、上がり続けると当然ないんですけど、その日にどっかで落ちてきますよね。そうすると、このボリンジャーバンド開くためには、今週のこの週足の終値がこんな感じで止まってくれないと、基本的には要はレートが上に漂っている状態ですね。こういう状態じゃないと、次の週によくあるパターンは、ここに仮に漂ってたとしますよね。今週の終わりのレートが。で、そうすると、次はどうなるかというと、一旦ちょこっと下がって、1日ぐらい下がって、で、その後、ここからこうやって来るわけですよ。週足がもう一本。そうすることによって、まずヒゲができますよね。これ1日目こうやって下がる。月曜日とこうやって下がって。でその後火曜日ぐらいからこれで上がってくる。そうすると、こうやって上がってくるわけです。なので、雇用統計みたいな日にドカーンと上がって、ここで終値がない限りは、上昇はしないわけですよ。つまりこれは何を意味するかっていうと、この手前で止まってしまった。実際に今レートがここに止まってるわけですよ。ここに止まってるんですよ、レートが。ここですよね。ここにレートが止まってるわけですよね。ここにレートが止まってるので、ここですね。現時点で。これでレートが止まってますよね。ということは、
これまた何か大きな指標がない限りは、大きな指標があってもう一段上に行ってここでまた漂わなければ、レートがここに要はずっといない限りはまた開かないわけですよね。で先週の金曜日に雇用統計でドカーンと上がって、私はここら辺でしっかり止まるかどうかって見てたわけですよ。で止まらなかったんですね。雇用統計みたいなでっかい指標があったにもかかわらず、ここで止まらずに、買い足見るとうちに入ってきちゃったわけですよ。うちに入ってきたっていうのはどこ見てたかというと、まず4時間足のここの局面を見てたんですね。で4時間足が確定した後に上に行けばもう一段上に行く可能性があるわけですね。でもこれ陰線からこうやってスタートしてしまったわけですよ。ここがだいたいここら辺ぐらいですね。1時間足見るとここで、ここから陰線が出始めたので、このラインを切ったら、このラインをこうやって切ってレジサポしてしまった場合、15分足だとこうやって切って、このミドルバンドありますよね。ここにレジサポして、でミドルバンドがここにこうやってあるわけですよね。でここでレジサポしてしまった場合は、もうこれは失望売りが出るところになってしまうわけですね。失望売りが確定ですね。ということです。失望売りが起こるところっていうのはある特徴があって、いや失望っていう言葉があるぐらいなんで、心理的に期待値を大きく上回る、その逆にいかなくちゃいけないんですね。なので、レートがここに思いっきり上がってきて、でみんな期待して、これさらに上に行くぞと思ったわけですよ。でもですね、行かなかった。逆に中に戻ってきてしまった。ということは、その大きな期待が逆の方向に行くわけですね。そうするともうみんな、失望するわけですよ。そうすると思いっきりこうやって押してくると。なのでこういう失望売りが起こるところっていうのは、まずテクニカル的に際に来ているところ、ここを超えないとこっちに行かないぞっていうところにアタックすること。でそのアタックするためのエネルギー、そこを、超えるためのエネルギーがある日、つまり大きな指標がある、この2つが重ならないとなかなかこういう失望が出てこないわけですね。でファンダメンタル的には米雇用統計ですよね。でテクニカル的にはこの週足のこの閉じの部分にアタックしたということになります。なのでもうこの閉じてるのはもう2週間前とかぐらいからもう分かってたので、そろそろ落ちるなっていうの分かってたわけですよ。で、4時間足がずっと上がって、何日も前から今週からこうやって上がってきたわけですよね。でもうこっからミドルからどんどん乖離してきたわけです。でそれで雇用統計があって、ここまで来て伸びきってしまったところになったので、これがもう上に行かなければ当然下に行っちゃいますよね。で私はもう全然そんなのはよくあることなので、際でよくあることなので、ここで待ってました。このポイント、ここのポイント、ここです。このポイントで待ってました。であとは買い足、1分足とか5分足を見ながら入っていくっていうことですね。ここので失望売りってすごく力が強いわけですよ。で力が強いってことは、ここで15分足のこういうふうな波って作ってこないですね。5分、短くて5分足ぐらい、5分足ぐらいですね。5分足ぐらいでしか波を作らないですね。でこれ15分足なので波が表現できてないんですね。なので5分足と1分足を見ながら、ちょっとした戻りを見てからエントリーする。はい、でそうすると大体この最安値ぐらいのところ、直近の最安値ぐらいのところまで行きますね。で昨日みたいな本当に大きなところっていうのは
こういうトレンドラインのところまで落ちてくるっていうようなイメージになります。はい、ただこれこうやってきて、150ピプスぐらいいったんですけど、ここまた思いっきり戻ってきてるんで、ここでまた50ピプスぐらい戻されますからね。なのでそれって結構精神的に嫌じゃないですか。だからもう150ぐらいで利確しましたね。さらにこの50ピプスぐらいとかっていうのを耐えられるんであれば、さらにその2倍返しとかできるんですけど、そこはちょっとそんなにリスキーなトレードはしたくないので、しっかりとって週末を置いたっていう感じですね。はい、で負けた人は、おそらく雇用統計で上がりました。はい、まだ上に行くと思ってこれずっと持ってたんでしょうね。で、そうではなくて思いっきり下がってきてしまったので、ここで負けてしまったと。下がってきた時にこれまだ上に行く、まだ上に行く、まだ上に行くみたいな感じで何回も入って、負けてしまったっていう人が多分結構いたと思います。でもこういうふうにこのバンドの閉じのところ、週足のバンドの閉じのところでどういうメカニズムが働いたら、もしくはどういうテクニカルローソク足の形になったら、こうやって開いていくのかっていうのさえ分かってしまえば、その逆をついていけばいいわけですよね。なのでそのテクニカルプラス、心理プラスファンダメンタルですよね。でそこを、理解して、こういうふうな際に来てるところを、待ち伏せするっていうトレードをすると、結構でかい波が一撃で取れるようになります。はい、あと、月曜日からまた始まりますけど、基本的にはどうなるのかというと、こうやって上がってきてますよね。でこれそのままこうやって上がってきて、でここからこうやって上に行く可能性ももちろんあります。でもう一つはこうやって下がってきて、ここからこうやって落ちてくるということもあります。両方考えられるのでよく見てからエントリーしてくださいね。そんなに焦らなくても別に4時間足1本ぐらい見てても全然問題ないので、焦らず方向を確認してからエントリーしてくださいね。で月曜日とかあんまり動かない日でもあるので、動かない日は無理せず火曜日ぐらいから指標がある時ぐらいから、方向性が出ますので、そこから始めるっていうのもある手ですね。でここで何度も負けてしまった人っていうのはもう一回ちょっと反省をして、来週に、今週ですかに備えるようにしてください。はい、今日説明したかったことは以上になります。